いや今回さモヒカンのレザーチャンネルこういう始まり初めてじゃない人間がずらっとシャネルズじゃないよマジで本当に。だから今回ねじゃあどこに来てるかっていうと仙台なんですよ。仙台に来ていてなんで仙台に来てるかっていうと前もね一回紹介させていただいたんですけども仙台のヴィンテージショップの U ですねトゥルーヴィンテージさんにお伺いさせていただいてるんだけどなんで来てるかっていうとだよ、ね、今度15周年迎えんだって15周年だぜ。もうだから店ができた時に出たものだって15年経ったらヴィンテージですよ完全にね。そうでしょ、はい、だけどそれで今度ここにいるのが天神ワークスの高木さんでね、トゥルーヴィンテージの堀さんと浩太さん来ていただいてるんですがその15周年を記念してね天神ワークスさんがこうトゥルーヴィンテージのためにレザージャケット作ったわけよ。でこれが結構本当に良かったんで今回はねちょっとそれ紹介させてもらおうかなと思って。すいませんよろしくお願いします。で今回ね作ったっていうのがちょっといいですか、これよくさバイク乗りの方とかは知ってるんじゃないかな70年代とかによく見られたあれですよね、はい、ちょっとこのヴィンテージのいろいろちょっとお話聞きたいんですけども、はい、これのチャンピオンの、はい、で結構サンデーレーサーとかが着てたようなやつですよね、そうですね中綿入りの、はい、これで何年代ぐらいですか？これで70年代ぐらいです、うん、はい、なるほどっすね。なんかさいい意味でそやな感じするじゃん、これいい意味でだよ、いい意味で安っぽい、おっしゃる通りです。そう、はい、それがかっこよかったんだよね、はい、そうなんです、はい、俺たちにとって、はい、今回だからなんでこれをね今度レザーでやっちゃったわけでしょ。なんでこれだったんですか？そうですね、いろいろ考えてはいたんですけれども、高木さんと仲良くさせてもらって、はい、ある程度年数も経過してまして、何か面白いコラボをやってみませんかというところで、僕ら的にいろいろヴィンテージを見てきて、このジャケットレザーだったらいいのになとか、っていうのが何個かあったんですね、そのうちの一つで、うちっぽいレイシーな、こういうジャケットを、ずっとフォーカスしてて実際にこのモデルも販売は常にしてるんですけども、やっぱすいません東北寒いんですよ、でしょうね。中綿入ってても寒いんですよこれ、俺も着たことあるんですけど、中綿入ってるとはいえ、案外無力ですよね。そうなんです、これね、でちょっとこう全締めの本当にこう防寒で着る分には保温性保たれるんですけど、あんまりこう全締めするとちょっとこうそのリアルな、当時のリアルな感じが出過ぎちゃうので、なんとかこうかっこよくこのジャケットをレザーに見立てて展開できないかなっていう相談をしたのがきっかけです。なるほどですね、いや結構ねだからこういう、例えばコーチジャケットだったり、こういう中綿入りのジャケットって結構ホットロット好きな人とかね、そういう方が着てる変なじゃあ本当に高いものではない当時はね、それをレザーで作るって結構俺贅沢だと思う逆に、ね、おっしゃる通りですよね、でも僕らからしたらかゆいところに手が届くじゃないですけど、これレザーで表現できたらやっぱいいなっていうのをもうそのままぶつけて、でも形に、できたっていうのがやっぱ一番ですかね。いいですね、今回ねちょっとさ坂本 D これ撮ってこれさ黒とネイビーなんだよ。おお本当だ。よく見る2色展開なんですよね。じゃあちょっとネイビー見させてもらえますか。あれトゥルーヴィンテージってこれオリジナルのハンガーじゃ
おいちょいちょいちょいおい。じゃあちょっとこれをちょっと高木さんから、はいはい、これ素材はこれは今小川さんもよくご存知の、うちの子牛の皮ですね。あ、キップレザキップレザーのオイルを入れたオイルドキップレザーという。ーだからオイルドキップでこれ厚さ結構薄いですよね。そうですね。コンマ6ですね。コンマ6だからこの中綿感が出る、はい、出てる。そうなんです。これ厚いと出ないんだよ。そうこの厚このみもパクパク感が。パクパク感、そうなんですよ。でやっぱり小川さんもご周知の通り、キップレザーはきめが細かいじゃないですか。ですのでなので脂肪がそんなにないっていうかね。繊維が詰まってる素材なんで、防風性がより高いですよね。なるほど。だけど相当だってこう忠実に作ってますよね。ここも言っていいですか、はい、ブランド名入ってないですけど、はい、ここら辺もなんかすごくリアルに。そうなんですよ。そうですね。これちゃんと黒と赤を再現できるように、ちゃんと赤のところはこう格子にして、色味をねちゃんと。可愛くないこれ。可愛い。いいですよね。もちろんレザーです。すごいのがさ、はい、これ見て、本来だったらリブのところがさレザーなんだぜこれ。出た。タッチみたいな言い方ですね。ね、そう生きてるみたいだろ。そう達也が和也に言う時ですね。はい、そんな感じですよ。タッチみたいな。でこれすごいのがさ、シャーリングでしたっけ？そうですね。バーってこうレザーのゴムをバーって引いた上でこう縫っていく。だからグッとなるっていうね。キュッてこう。だけどオリジナルよりもこれも進化してるのよ。これがねダブルジップになってるんですよ。あ、そうです。これオリジナルってシングルジップなんだね。そうするとさ、バイク乗った時のさ、こうライディングポジションによってはさ、ちょっともうちょっと開いた方がいいかなとかっていう。そうですね。いいっすね。これ S。これすごいちょっと大変だったところ、まあ作り手目線からお話しさせていただいていいですか。そう、このジャケットってオリジナルのジャケットはこれキルティングじゃないですけど、この中綿を挟んでまず生地を作ってるんですよね。で、まあ堀さんから、まあこの普通でしたらレザージャケットってライニングが後でついてるんですよ。ただもうこのオリジナルに近い仕様にしてほしいということで、これサンドしてまず皮をこの状態に作って、そっからカッティングして作り上げるっていう。めんどくさいですね。めちゃめちゃ大変。普通の革ジャンでは絶対にそんな作り方しないもんね。絶対にしないんですよ。だからこういう風にね、本当だ。仕様もなるほど。再現してるんですよね。全部この中綿を挟んで。すげえな。そうなんですよ。でフードも取り外しか。はい。そうなんです。いやでもやっぱりまあこう東北だったりね、まあ東京でもそうですけど、寒い日はやっぱフード欲しいし、バイク乗りの方はまあつけてもね、外しても外したらメットはすっきりとっていう。これ S サイズじゃん。じゃあ光太くんに着てもらおうかなこれ。僕ですか？はい。こんな感じです。かっこいい。ちなみにさ、このバイクって光太くんだよね。僕のですね。はい。すげえな。だからバイクに乗るのも、俺バイクの免許ねえのにさ、よく俺この動画でバイク乗りにも最適ですよねって言ってんじゃん。俺無責任に乗ったことねえのにね。だけどやっぱ光太くんの口からどうですか、これなんかサンプルとかを何回か着てるんだよね、バイク乗りながら。そうですね。で、1月2月ぐらい、まあ外気温0度ぐらいですかね。まあ T シャツ1枚でちょっと T シャツ1枚にこのジャケット、1時間ぐらい走ってみたっすけど、まあ寒くなかったです。マジかよ。はい。まあ多分風通せないっていうのが、いや持ってないです。持ってない。でも小川さんさっき言った気密性の高いキップレザーに中綿っていう
僕もね、やっぱりダウンジャケットってレザーであるじゃないですか、はいダウンって、ええまあやっぱダウンでないとって思ってたんですけど、ね、このオイルドキップっていうキップの気密性の高さゆえに、中綿で十分いける。保温力がで特にオイルも含んでるから、はい、気密性は高いよね。より高いですね。風もそうですね、だからこの中綿ぐらいの防寒性で十分、風を通さないんで、保温力もそれで保てると。あ、そうなんですね。なかなかこれ作ってみてそうです。マジですか。はい。あ、ダウンいらないなって。だって2月の仙台でバイク乗れるんだったらね、どこでも乗れるよ多分。そうですね。ほんでまたパッと見こうダウンかなと思って、ここが中綿っていうのがかっこいいよね。ちょっとやっぱこう再現してる感をやっぱ出したかったんで、はい、やっぱこの滑らかな感じ、そうこの感じ、そうなんですよ。俺でもさっきお話ちょっとねこの撮影前に伺ってさ、これがなんか平行じゃないんだよね。そう、縫い目が左右ずれてる。左右がずれてるんだってこれ。こういう縫い目がここはあれなんだけど腕がわかるかな。だってこことこっちはですね、そうボディに合わせてるんですよ。そうほら袖口がさここに縫い目あるじゃん、こんくらいで、こっちねえじゃんほら。これヴィンテージ要素を再現しました、わざと。だからこれすげえ贅沢だよ。70年代に見られたこの安っぽさをね、わざわざ大変な思いして再現してるのよ。僕職人さんに怒られましたもん、なんでずらさなきゃいけないって。だからやっぱり職人さんはずらしたくないのそこがアメリカアメリカ人多分70年代全く考えてねえから、そうなんですよね、もうバーやっちゃって、だから個体によって全然違うんですよね。そうです。そう、まあずれてますよね。ほらここにあってでもここじゃん、全然違うじゃんほらほら。あ、もうそうですね。まだこれいい方なんじゃないですか。これいい方です。はい、極端なやつはもっと極端です。ここのねポケット、脇ポケットのところもこういう風に多分合わせるのがセオリーだと思うんですけど、ずれてるのもあってこれもずらして。そうなんですよ。まあでもデザイン的にはね。だからこれがなんかこう70年代っぽいっていうか、そのアメリカのいい意味でのおおらかさみたいなのが表現できてていいなっていう、俺はすっげえそういうのかっこいいなと思っちゃうから、綺麗に作ったらこの雰囲気出ないですよね。やっぱこう僕らが長年こう見てきた古着のまあいいところ、僕らが思ういいところっていうのを再現できたかなとは思います。はい。ですよね。いやこれはね、黒とネイビーあるじゃん、ぶっちゃけいい？俺の感想言って、ネイビーがいい。黒もいいけどね、だけどやっぱネイビーってちょっとヴィンテージっぽい感じ、こっちにねあるんですよ。ちょっとさ坂本いい？これみんなちょっと堀さんもほら着てた方がいいですか？もう着てはい、こうさ退色してるんだよ。わかる？こういうとこ。これはわかりやすい。結構着込んでると思います。これは。そう。だけどね、革なんか退色しないんじゃねえって言ってもそうじゃないんだよ。天神ワークスさんの革っていうのは色止め使ってないから退色するんですよ。そう。だから着込んでいくとどんどん色が変わっていく楽しさがある。ちょっとこれに近いですね。こういう感じになるかもね。マジで。これさかっこよくない？だってほら。だからさこっちは日が当たってねえからさ。全然違う。こうだけど日が当たるところはどんどんこう色が抜けてってるわけでしょ。これを革だったら体験できるわけよ。なりますね。これがヴィンテージのかっこよさじゃない？そうですね。これあとあれですよね。うちの革といえばタンニンなめしの植物タンニンなめしのレザーを使ってるじゃないですか。まあいわゆるその特性の一つで可塑性、いわゆる人の形を形状記憶する。そうですね。一回こうグッとこうシワがついたりなったら元に戻らないっていうのが可塑性なんですね。
この、うん、だから素材のナイロンに比べてやっぱそこがマテリアルがレザーっていうことで、うん、また違うエイジングを見せてくれると。だから進化する過程では、いや多分だから俺ね、こういうニット部分、いわゆる、はい、こういうところも色も合わせてくると思うわけですね。でこういうところとかあと首周り、肩とかね。これが結構革で体験できるって、なかなかないと思うんだよね。そうですね。だからさ、よくほら黒い革だと茶芯がどうだとかなんとかっていうふうに言うんだけど、やっぱり天神ワークさんの革って色止め使ってないから本当体色を楽しめるっていうのが一番のいいとこなんで、トゥルーヴィンテージさんとこう一緒にやったっていうことで、そのヴィンテージらしさ、ヴィンテージを育てるそうですねっていうのがね、楽しめるんじゃないかなって。だってもうね、こうたくんがだってもうこう2月の仙台でバイクに1時間乗って T シャツ1枚で大丈夫でしたって言ってんだもん。お墨付き。はい、僕は大丈夫でした。我慢強い我慢強い人まあ寒さには多少は強いかもしれないです。はい、だけどいけるよ。いけましたね。あ、本当ですか。はい、すごいですね。これ売りはいつからですか？販売は今月の26からです。7月の26日、この配信日どうですか？多分間に合うか。間に合う。まあまあでも2025年7月26日から受注開始で、お値段はですね、税込みで33万円です。あ、33万。中綿入りのこれだったら結構もうね、適正価格っていう感じなんでね。もう見た感じね。そう。高級感あふれて。そうですね。いいですね。でハーレーにもだからバイク乗らない人でもストリートで合うし、バイク乗る人はであれですもん。堀さんなんかだってもうエルカミでガンガングイグイ、そうなんです。VV でしょ。はい。まあ VV、まあやや VV ですね。いやいや VV で、アメ車とか車にもね、かっこいいですよね。はい。うん。でもやっぱはい、ここダブルジッパーにしたのが結構良かったです。やっぱ車乗るときにだいぶ沈むんで、開けて乗れるっていうのは結構こういう風にやってですよね。そうです。なんかここだとここら辺がちょっともっさりしちゃうっていうか。あとどうしてもやっぱ70年代ボディをまあベースにしてるので細いんですよね。はい、ラインが。なのでそれでダブルジッパーにしたことによって下から開くっていうので、まあ着やすさもはい上がりましたね。でも着丈も調整されたもん。あ、着丈もはい。ちょっと形を銀にしてちょっと今っぽくモディファイして、だけど細身っていうことだけあってやっぱり今もストリートで全然もっさりしないっていうか、すっきり。いやもう完成してますよ。かっこいいと思います。すごくかっこいいんでね、ちょっと皆さんね、このジャケット興味ある方はトゥルーヴィンテージ、仙台、仙台なんかね、もう本当に佐藤宗行の青葉城恋歌を聴きながらですよ、もう来ていただいて、でそれで牛タン食ってねっていう、そういうので革ジャンも買っちゃうという感じなんでね。東京からも1時間ちょい。そう、もうすごい、もうはやぶさなんかもうはやぶさピャーですよ。本当に。なんでね、いや今日皆さん本当ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に素晴らしいジャケットなんでね、ちょっと皆さんぜひ手に取って試着していただいて、でご購入いただけたらと思います。じゃあ今日はね、仙台のトゥルーヴィンテージからお届けしましたけれども、今日の動画はこの辺でということで、またお会いしましょう。さよなら。ルールルルっていう感じですか？ホタルみたいな。みんな厚着してます。夏なのに。ルルルルみたいな。なんでこっちからこうたくんから S、M、L、XL。あったかいね。すごいでしょ。これ着てみると確かにこうたくんが話持ってないのは分かった。これ1時間バイクに乗っても2月も行けっかも。すっげえポッカポカしてるですよね。いいっすね。
やっぱり下がこういうふうに開くっていうだけでこうできるからね、で車もこうだし、はいっていう。あと普通に歩いててもここ横にサイドから入れれるじゃないですか。これがこれがいい。はいこう入れないもんね。ですよですよ。これがいい。でね、ちょっと俺言い忘れちゃった。ごめん。初回発注分はいに関してはだから8月末からですか。 8月31まで、うん、はい7月26からですね。7月26から8月の末までにこう予約していただいた方にはすげえ特典があるわけ。それがこれ。これが中田工芸さんのもう削り出しのトゥルーヴィンテージが入った特別仕様です。特別仕様のハンガー、やっぱりね、いいハンガーはさ、いい革ジャンはいいハンガー使わねえのね、革がなくのよ。そうですね。で型崩れしちゃったらさそうもったいない。この厚みがそう、この厚みが大切なんですよ、これが細いと皮が抜けちゃうんだよね、そう型が。あとねその跡がついちゃいますからね。だからこれがつく、そしてこれはうちからのうちの革用のオリジナルのメンテナンスグッズ。こっちがワックスでこっちはブラシ。だからワックスやってこういうふうにやるとどんどん長持ちするはいね。これをプレゼント。だからさ、どうしようかな、これ買おうかな、どうしようかなってだけどこれだって買うと結構しますからね。いや本当そうですよね。マジで。もうだからね、もうそういうふうに迷ってるやつに革ジャンは向いてねえんだよ。だからもうバチッとこう革ジャンを着るぐらいの男だったらバーン、まあ女性でもいいですよ。当然女性も男性も革っていうのはそういう着るもんだから、ウェアだから覚悟決めてね、ぜひ皆さんこちら側へいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。